ちは、池田真子です。今回は家族暮らしで2人のお子さんがいるお宅のリビングのお片付けサポートをさせていただきます。で、今回は特にテーブル周りがすぐに散らかるのが悩みということで、今後はいつでも広いテーブルでご飯を食べられるように100均グッズも活用しながら収納を考えていきたいと思います。あと、リビングが片付いたらロボット掃除機も置きたいということで、今回は最新のロボット掃除機も持ってきました。それがこちらのドリーミーのアクア10ウルトラローラーロボット掃除機です。こちらの特徴は、まず吸引力が3万パスカルとめちゃくちゃ高いです。あとはモップ機能がすごく進化していて、お掃除をしながらモップ自体も洗浄してくれるので、汚れを余計に広げてしまうっていうのを防いでくれます。で、こちらも後で実際に使いながら紹介したいと思います。ではちょっとリビングのビフォーを見させていただきます。ではまずこちらがリビングのテーブルです。で、この上にあるものが普段はまたさらにどんどん広がっていくみたいで、ご飯のたびに毎回端に寄せるのが大変っていうお悩みをいただきました。で、ここはもうよく使うものが置いてあったりとか、ちょい置きみたいな感じでどんどん置いてしまうっていうのもあるみたいで、基本的には使用頻度が高いということで、他の場所に移動できるような場所っていうのも限られているんですけど、ちょっと今回はこのテーブルの下に収納場所を作ろうかなと考えています。で、このテーブルの下にもこんな感じで今ケーブルとかが置いてあるんですけど、これもちょっと直置きしているのが悩みっていうことなので、後でちょっと工夫したいと思います。ではまずは絶対にこのリビングに置きたいものとかよく使うものをこちらに出して整理していきます。で、ちょっとなんとなくカテゴリーごとに分けながら出していきます。こう見えると結構ちゃんとケースで分けられてますね。ちょっとこんな感じで分けていきます。では物を整理していただいたので、こちらをケースに分けていきます。ではせっかくなのでさっき話していたロボット掃除機を紹介します。今回紹介するのはこちらのドリーミーのアクア10ウルトラローラーロボット掃除機です。もう見た目からして高級感があって、すごいスタイリッシュでおしゃれなデザインです。で、ドリーミーはロボット掃除機市場シェア率世界ナンバー1の大人気のメーカーさんです。で、こちらの特徴はさっき話した吸引力の高さっていうのと、あとモップ機能が進化しました。結構今までのロボット掃除機だったら家具にガンガン当たったりっていうこともあったかと思うんですけど、こちらはもうそういうこともないので、お子さんがいる方とかペットを飼っていらっしゃる方も使いやすいロボット掃除機になっています。で、他にも従来のロボット掃除機からもいろいろパワーアップしているので、実際に使いながら紹介していきます。で、設定内容はこちらです。クリーニングを開始します。こちらがロボット掃除機です。で、使うときはこの上の蓋を外してもらうと、ここに QR があるので、ここからスマホと連携してください。で、こちらは取り外してお手入れができるようになっています。で、こちら開けて取り外せます。で、裏側にはこちらのブラシやローラー、モップもついています。で、手前にはセンサーやカメラがついています。で、こちらの蓋を開けます。そうするとダストボックスがついていたり、あとこちらに洗浄液が入れられるようになっています。で、こちらの中に洗浄液を入れることで必要に合わせて配合しながらお手入れできます。で、こちらの蓋を開けると浄水を入れるところとお水が溜まるところがあります。今もうすでに水を入れているところです。ではまず障害物をどれだけ避けてくれるのか実験したいと思います。で、こちらはドリーミー史上初の AI カメラが搭載されていて、1ミリまでの精度レベルで240種類以上のものを識別できます。なので大事なものが壊れたり倒れる心配がなく、しっかりと障害物を避けてくれます。実際にお掃除してみたんですけど、もう本当に壁もギリギリまで、ちょっとのこの凹凸の部分もしっかりと端までお掃除してくれたし、あとはやっぱり障害物を避けるのがすごいなと思いました。本当にもう当たるか当たらないかギリギリのところまで行ってくれるし、あとはしっかりと急停止して方向転換したりとか、本当にぶつからないように動いてくれるので、それがすごい進化しているなっていう風に感じました。で、実は私初めてロボット掃除機を紹介したのがこのドリーミーさんで、それが約5年前になるんですけど、もうその時から比べても本当に進化がすごすぎて、すごくびっくりしています。
ここ数年見てきたロボット掃除機と比べてもやっぱりこの回避する技術っていうのがもうレベルが違うなっていう風に思いました。今までだったら割れやすいものとかちょっと壊れやすいものとかがね置いているとロボット掃除機は使いにくかったんじゃないかなと思うんですけど、これだったら安心して使えるなっていう風に思いました。なのでちょっと今感動しています。はい、では今度は吸引力を見るためにお米と糸を用意しました。こちらでお掃除してみます。はい、ちなみにこちらのボタンを押してもらうと自分でカスタムもできます。で、床拭き、水拭きっていうのも設定できたりとか、吸引力の設定もここで強度を変えられます。はい、あとはこちらの区間っていうボタンを押してもらうと、これで自分でお掃除をする範囲を設定することもできます。はい、しっかりとお掃除してくれました。で、こちらちょっと後ろを向けると、で、こちらのローラーがハイパーストリーム絡まり防止デュオブラシといって絡まりにくい仕様になっています。なのでさっきね、細かい糸くず吸い取ったんですけども、本当に絡まっていないのがわかります。はい、こういう風に中を見てみると全然残っていないですね。今までは結構こういうブラシに糸とか髪の毛とかが絡まって自分で切ったりとかする必要があったかと思うんですけど、こちらはその絡まりにくいブラシになっているということで安心して使えます。はい、あとはしっかりとした吸引力でお米も吸い取ってくれたんですけど、こちらを開けてみると、はい、こんな感じでお米とか糸くずも吸い取ってくれるのがわかります。こういう重たいものも吸い取ってくれるので、ペットとか飼っている方だったら猫砂とかも吸ってくれます。あとはフローリングに限らずカーペットのホコリもしっかりと吸い取ってくれるので、フローリングもカーペットもお掃除がまとめてできます。はい、続いてはこちらの牛乳を水拭きしてみます。指定エリアの水拭きを開始します。こちらはドリーミー初のローラーブラシおよびドリーミー史上初のアクアロールという4段階浄水モップが搭載されています。で、モップはロール型になっていて、これによってより強い圧力をかけられたり汚れを余計に広げてしまうのを防げます。はい、実際に水拭きしてみたんですけど、もう想像以上に綺麗になりました。で、こちらの特徴はモップがけ中にこのローラー自体に浄水をかけながらお掃除してくれるので、常に綺麗な状態で汚れを洗い流しながらお掃除してくれます。なので汚れた水でモップをかけるリスクがなくなります。後から見ても牛乳が広がった感じもないし、すごく綺麗でした。はい、今裏を向けてみたんですけど、こういう風に見てもモップ自体がすごく綺麗な気がします。全然牛乳の匂いとかも気にならないです。で、しっかりとこの高密度な繊維で汚れを落としてくれています。あとは場所に合わせてしっかりと圧力もかけながらお掃除してくれるので、あれだけ綺麗になったんだと思います。で、他にもペットがいる方だったら外出先でもリアルタイムのビデオ通話や音声でペットとコミュニケーションが取れるので、留守番中のペットの様子も確認できます。カメラでモニタリング中です。こんにちは。アクア10ウルトラローラーロボット掃除機です。今からお掃除を始めます。あとはこちらのアクア10ウルトラローラーは最大 4.2 センチの段差を乗り越えることができます。もしくは4センチ4センチの最大8センチの段差も乗り越えられます。で、お手入れは最大100日間ハンズフリーで使用できるので、忙しい毎日でも助かります。で、ローラーやモップは最大100度のお湯で自動洗浄や除菌をしてくれたり、さらに70度の熱風で乾燥もしてくれます。で、ダストバッグも匂いや雑菌が繁殖するのを防げるように自動で乾燥してくれます。で、別売りの給排水キットっていうのを購入すると自動で補充したりとか排水も自動でしてくれるので、ほぼ完全にメンテナンスフリーにすることもできます。ほぼ自動で動いてくれてこまめなお手入れが必要ないので、負担なくお掃除できるっていうのが便利です。さらに詳しい機能については概要欄からサイトもチェックしてください。はい、ではそれぞれケースに収納したので、こちらのワゴンに入れていきます。はい、こんな感じで収まりました。はい、お片付け終わりました。こんな感じでもうテーブルの上がすっきりしました。で、これだったらもう毎回物を避けたりせずに、いつでもすぐにご飯が食べられると思います。はい、こちらがお父さんゾーンのワゴンになっています。
で、全部ケースでそれぞれ種類ごとに分けています。で、使用頻度の高いものは上に収納していて、こんな感じで引き出して使えます。で、中も一応ケースで仕切っているんですけど、よく飲むお薬とかはこんな感じでラベルを貼って分かりやすいような感じにしています。はい、下段もこんな感じのファイルボックスで収納しています。で、必要に合わせてこういう感じでケースも使ったりとか、背の高いものは奥に収納しています。これはもともと仕切りがついているケースなので、ざっくりと分けています。で、こちらも細かいものはケースで分けて、で、大きいものは極力立てて収納しています。で、さらに細かいものとかはこういう風なもう仕切り付きのケースに収納しています。で、こういう風にもうケースごと立てて収納することで、この高さのスペースを生かした収納が作れます。で、こちらがスチールでできているので、こんな感じで横にもつけています。で、よく使う耳かきとかを収納していたりとか、はい、あとはこんな感じでダブルクリップにネックレスをかけています。実はこの裏にもね、こんな感じでケースをつけています。これですぐに取り出しやすくなっています。はい、あとは机の裏に突っ張り棒を貼っていて、ここにフックでケーブルを極力浮かせるようにしたりとか、あとスマホにこういう風な100均で売っているマグネットを取り付けることで、こんな感じで上に浮かせることもできます。これだったらすぐに充電したいっていう時にもうノールックでパッと取り出せるので、こんな感じにしています。一応マグネット対応できるので、さっきのスチールの方に貼ってもいいんですけど、上にある方がこうパッと取れるので、ここに設置しています。はい、こちらはお母さんゾーンになっています。で、よく使うものとかのセットはもうカゴにまとめていただいているので、これは使う時このカゴごとテーブルの上に出して使うっていう風にされるので、もう全部ここにまとめています。で、その下はこんな感じでケースに入れています。で、これもこういう細かいものとかはブックスタンドを中に仕込んでいて倒れないようにしています。で、ポーチ類とかは全部立てて収納したりとか、こまごましているものはチャック袋を使って入れています。で、こちらもケースにこんな感じで収納しています。これもざっくりと種類ごとに分けています。こういうこまごましたものを全部こう下に収納しちゃうと、それだけで結構幅取ってしまうので、こういう風なケースに入れて、このケースごと立てて収納することで、よりたくさん収納できるようになります。で、ウエットティッシュがあって、後ろ一応ケース置いてるんですけど、まだ何も入っていない状態です。で、電源タップを浮かせたいっていうことだったので、この空いたスペースに貼っています。で、この電源タップの裏にマグネットをつけているので、このスチールのところにセットしてもらうと、この電源タップ自体が動くのを防いでいます。ちなみにこちらもブックエンドの裏にマグネットを貼って、で、こちらで仕切っています。じゃあ倒れなくなります。で、このスチールの横になんかちょうどいい穴が開いていたので、ここに SJ フックを通してこんな感じにしています。で、ここに電源タップの余ったケーブルをかけられるようにしています。はい、反対側はメッシュポーチとダブルクリップを使って一旦仮でポケットを作っています。で、こちらにこのリモコンを入れられるようにしています。で、これはちょっと今一旦仮なので、こんな感じでダブルクリップで留めているんですけど、今後ちょうどいいケースとかつけてもらってもいいし、お好みで使っていただけます。今はちょっと今できる範囲で対応させてもらいました。で、こちらもさっきと同じようにマグネットをケーブルにつけて上に突っ張り棒で留められるようにしています。はい、こういう風にキャスター付きのワゴンを使うことで必要に合わせて引き出して使うこともできるし、何かこう置きたくなったらまたこの下に置いてもらえれば机の上は綺麗に維持しやすくなると思います。はい、ということで今回はリビングのお片付けの様子とドリーミーアクア10ウルトラローラーを紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。